ちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師、新海真希です。今日はさっき思いついていきなり動画を撮ってるんで、こんな感じだし、いつもの普段着だし、これは私のスカジャン、ドラゴンが後ろに書いてあります。ドラゴンが大好きなんで、ここにもドラゴンが。なんですけれども、今日はですね、だからちょっと行き当たりばったりで喋ってみますけれども、クリスタルと先生術のお話。私のライフワークの一つは、クリスタルショップを経営してるぐらいですからね。これはもう何年もやってるわけで、実はクリスタルとやっぱり先生術というのもとても関係があります。で、皆さんご存知なのは、誕生石、バースストーンっていうのがありますね。例えば、蟹座だったら7月、生まれでしょの人が多いでしょ。そうすると、ルビーとガーネットということになってるわけですけど、実はこれあんまり私からすると関係ない。宝石業界が何年か前に決めたと言われておりまして、だから全部宝石なんですよ。なかなかちょっと手に入らないね、ルビーもガーネットも高いですから、みたいな感じ、もう夏のね、赤い感じで決めたんだと思うんですけれども、なので、そうではなくて、やっぱり先生術の概念から、例えば蟹座には蟹座の良さがあり、それを引き立たせる。クリスタルはこれだというクリスタルの効能があり、それから蟹座には特有のずっと一生通して立ち向かう課題があるわけです。そうするとその課題を克服するクリスタルというふうにセットに。なので、実は私はいろんな講座をやっております中で、あとノートでテキストなんかも出しているんですけれども、この12星座別のサポートストーン、一生を通してサポートしてくれる石と、それから課題を克服するために持つ石。だからこの2つですね。サポートストーンは1個とは限らないで2個っていう人もいますけど、これは必須で持っていてねということをお話ししたりしてるんです。これはもうそれさえ知っておけば、一つのもうセッションに、何星座って聞けば、このクリスタルがいいよ。で、その理由はね、みたいに言ってあげたら、もう一つのね、セッションになるものですので、まずそういうものもやっているんですが、興味がある方はぜひ。で、今日何を話そうかと思ったというと、これは皆さんにシェアしようと、その有料テキストで話している話の一部ではあるんですけれども、木星が蟹座に移ります。そうすると、蟹座以外の人も、蟹座的なエネルギーのところに、ラッキー惑星の拡大が入るわけです。で、蟹座のもともと蟹座っぽい人が多いから、そのまんまで木星の恩恵を受ける。こういう感じですよね。だから大体、その12年で1周ですから、木星は。その木星のある位置っていうのと、自分の星座に戻ってくる位置っていうの一緒なんで、よくお羊座生まれの人は12歳の時にもう一度木星のリターンが来るんですよ。だから年女の時っていうのは自分の木星が自分の太陽のリターンになっている時ということで、先生術的にもそれがラッキーだし、とうまくできてますよねという話なんですけど、それで、蟹座の人とか、蟹座の木星を持っている人なんていうのは、その蟹座の木星期の1年間の恩恵を受けると思うんですけれども、そうじゃない人ももちろんいて、そういう人たちにも木星が入っているサインのクリスタルは、その1年間サポートになるという、これいい情報ですよね。なんで、ちらっとこの有料のいつもやっている講座や動画の一部なんですけれども、せっかくなので、蟹座のところだけでも、クリスタルを皆さんにシェアしたいと思います。いつも YouTube を見ていただいていて、とてもありがたいですので。でですね、さっき言ったように、そのサインの良さっていうものを生かしていけば、木星が応援してくれるわけです。で、じゃあ、蟹座というのは、水のエレメントの活動球です。で、水のエレメントっていうのは感情なんですね。感受性がとても強い。で、感情っていうのは、なんで水かというと、感情って人によって変わりますよ。一緒にいる人によって。A さんと一緒にいるときはリラックスできる。B さんと一緒にいるときはなんかすごいドキドキする。C さんと一緒にいるときはときめくとか、恋愛もそうですけど。で、その入れ物によってだから変わるっていうのと一緒なんですよ。水もそうですね。こういう四角い入れ物に入れたら水は四角い形になるし、丸いコップに入れたら丸くなる。だからやっぱり水のエレメントと感情というのはつながっているんです。
で、水のエレメントにはさそり座、蟹座、さそり座、蟹座、魚座がありますけれども、蟹座は活動球なので、実は例えば魚座の水に比べると活動球だからちょっと実はね、アグレッシブさっていうのも持ってるんです。もうその穏やかさで言うと、魚座は完全に穏やかなわけですけれども、柔軟球で水だから、蟹座って実はこう優しいんですよ、あくまで。なんですけど、時にちょっとこう活動球の自分をっていうのも入るんです。で、これは分かりやすく先生術をやってると分かりますけど、蟹座に太陽がある人というのは、蟹座、ベアゼね、その隣に獅子座や双子座があるじゃないですか。で、太陽と金星は必ず同じサインか一つ前か後ろのサインって決まってるんです。先生術でやってる人は知ってるように。だから、蟹座に太陽がある人は、獅子座とか双子座に水星が入っている可能性は結構あるんです。それから金星も一定1.5度、1.5個ぐらいまでですから、やっぱりこの2つに入っている可能性はあるんです。だから、蟹座で、双子座の金星で、獅子座の、獅子座の、よいしょ、水星っていう人は結構多いんですよ。何ってそういうのもあって、蟹座の活動球って実はちょっと感情でも激しい感情が出る時があるよっていうふうに分かるわけです。で、これがですね、どこで出るかというと、大抵家族。自分のありのまま愛してくれるから、外ではとてもやっぱり人には優しいんだけれども、そうは言ってもこう溜まってくるものがあると、ちょっとアグレッシブなエネルギーは蟹座の場合は家族に出るということがあります。あるでしょそう。でも、それもね、ひっくるめて金座なんです。さっきから言ってるように、やっぱり家族に信頼を置いていくんです。家族は私の全部受け止めてくれるし、でも、蟹座さんは家族の全部も受け止めます。本当に家族愛や、あと仲間ね、仲間愛にすごい溢れてるんです。よく私は生徒さんに、まあ、暴走族みたいな感じでって言うんですけど、仲間にはめちゃめちゃ優しいじゃないですか。仲間が何かあったらもう、行くけど、でも、こう、一回足洗うとかになると、すごいこう厳しいみたいな。でも仲間や家族って。そこも、でもやっぱり仲間を守る力っていうのはとても素敵なエネルギーですから、その近い存在に対して、まずは大きいことばかり言ってないで、まずはあなたの近い存在に愛を与えて、そしてあなた自身もそこではリラックスしてありのままの自分でいて、そういうエネルギーを作り出す。これが一番なんです。私、蟹座のクライアントさんの一人に、あだ名を歩く実家ってつけた人がいるんですよ。わかります。なんかこの人といると、実家にいる時みたいにもうノーメイクでもいいや、パジャマでもいいや、もう全部さらけ出しちゃおうってなる人はやっぱり蟹座の人が多いです。蟹座の人といると、本当にそういう気分になれるということなんです。で、こういうエネルギーをより最大に引き出すクリスタルが、ポケットから出てきますけど、ムーンストーンです。なので、蟹座にとっての、あれごめんね、さっきから。サポートストーンはムーンストーン。で、実は1個じゃなくて、もう1個が手品みたいに出てきますけど。2つできた。ローズクォーツです。もうこれが蟹座の良さを引き立たせてくれるクリスタルです。ムーンストーンっていうのは、インドの人は昔ね、これ絶対やっちゃダメなんですよ。絶対やっちゃダメって何回も言いますけど、口に含んで、予知能力のある石なので、口に含んでこう予知していたと言われている。絶対ダメですよ。つるんって本当に入っちゃうから、試しでもやっちゃダメです。インドの人はでもやってたらしいんですけど、だからそういう、まあ、予知能力の石なんですけど、それも全部自分の大切な存在を守るためのに、蟹座が授かった才能なんです。で、それも引き立たせる。そしてローズクォーツっていうのは歩く実家、さっき言った、この人といると、他では話せないことを全部話しちゃおう。そういうところが蟹座の魅力なので、そういうエネルギーが強くなるんです。ですから、まあ、蟹座の、ね、人はね、これもうこれテキストで言ってるのは、今、蟹座に関してのところだけは全部言ってますけど、今、この2つを持っておくといいんです。そして、蟹座、木星期ですから、蟹座じゃない人も、この1年はムーンストーンとローズクォーツを持っていると、今言ったようなエネルギーが強くなるんですよ。予知能力も人を守るために、何かを考える力も、そして人をリラックスさせる力も、これを持ってると強くなるんです。そしたら、宇宙は、この人、蟹座じゃないけど、蟹座みたいだな。よし、じゃあ、
蟹座の木星期だからサポートしちゃえってなるんで、ぜひこのクリスタルを持たれてみるといいのではないかと思います。でもおまけなんで、もうちょっと話しちゃおう。サポートストーンとは別に、どのサインにも課題があります。みんなあります。もちろんあります。それがあって私たち人間です。で、その課題の方、いいところを出しても課題に引っ張られるとマイナスになっちゃうから、いいところを引き立たせようというエネルギーは課題を克服する意思を持っていることも大事なんですね。で、その守りすぎるから、蟹座の課題っていうのは、家族も助けすぎて自立をさせてあげないお母さんとか、やっぱり結構蟹座あるあるなんですよ。仲間にも優しいんだけど、優しすぎて、その人が自分でやるのかで、これもいいのか悪いのかみたいな時はあるんですけれども、やっぱりそれがあるんですね。だから、優しくて、愛にあふれてるけれども、人の自立を、邪魔しないってなると一番いいじゃないですか。だって愛を持っときたいから。人の自立を邪魔しない。あなたと会う人をみんな自立させてあげる。あなたのコーチング講座に来ると、なんか自立できるという人を育てるなきゃいけないわけです。蟹座さんのとこ行ったら、みんなコーチング講座に行った生徒が、先生にばっかり頼って自立しなくなっちゃったら困るわけなので、セットで、さっきのこの実家と愛、プラス、何だと思います？クリスタル好きな人はこのテーマだと分かると思うんですけど、自立させる石、成長させる石っていう有名な石があるんです。成長し続けたい人はこれを家に置いといて、これを持っといてっていうクリスタルがあるんです。私のクリスタル講座でも。これです。わかりますか？いろんな色がある。アパタイトです。アパタイトはね、人を成長させるし、自分も持ってると成長させるし、自分が持ってることであなたに合った人を成長させてあげることができるということです。なんでこんな感じで、まあいろいろね、12星座別にあるんですけど、知りたい方はぜひ私のノートなんかも見ていただいて、講座もやっております。でも、まあ、とにかく今年は木星、蟹崎なんで、とにかく皆さん共通で今言った3つの石がおすすめです。あ、そうだ、浄化についてお話しすると言ってましたね。そう、クリスタルはとにかく常に浄化してください。ずっとつけてる人とかいますけれども、それは寝ないで働かしているブラック企業と私は呼んでるんで。だからクリスタルを買うっていうことは浄化をするつもりで買ってください。犬を家族に迎え入れるときは必ず散歩をさせるというコミットとともに買うのと一緒でございます。で、そんな難しくないです。一番いいのはいつも言ってる。これと一緒に置いといてあげていただきたいんですが、これはうちで売っているものです。だから宣伝見たくなりますけれども、まあ、この2つは、なかなか、これは他には絶対買えないので、私が、レジスターの特許を持っている、クリスタルボードなんですけれども、この七芒星っていうのが最も強力な形なんですね。でこれクリスタルボードで一個一個こう、エネルギーが書いておりまして、ここにマカバを乗せて、そしてこのボード内は全部浄化させるので、帰ってきたらこうブレスレットを置いたり、たまにこう自分のクリスタルを置いたり、これで浄化ができます。1日1回、時間は問いませんが、必ず置いてあげてください。寝かしてあげるということです。あるいは、これが今のが一番いいんですけれども、クリスタル、うちはこういうクリスタルチップ、何でもいいです。サザレ石。サザレ石のこういうベッドを作っておいて、いつもここに置いとくのもいいです。サザレじゃないと傷ついちゃうから。なので、サザレ石、柔らかいベッドにしてあげてください。あるいはこういう、これもうちの商品になりますけど、エナジャイズボックスみたいなの持ってたら、ここに入れてあげると、やっぱり浄化になりますね。ということで、やってみてください。そして、最後にじゃあ、今日のテーマで皆さんに見ている方に1枚引きを。よし、じゃあここで。あ、マカバです。やっぱりマカバが一番かも。マカバ水晶。おすすめです。この大きさがソウルの形です。ということで、蟹座の木星期サポートストーンでちょっと
運気爆上げしてみてください。最後になりますけれども、チャンネル登録、まだの方はしていただくと嬉しいです。さっきも言ったように、ノートとかアメブロで先生術のテキストも出していたりしますし、何よりもこう直接いつも皆さんと、会話というかね、こうつながれるように、インスタグラムで毎週金曜日の朝、インスタライブを開催してます。なので、ぜひそちらの方もご覧ください。ということです。